井上馨のシリーズもこれで見納めなのだ。いろいろと知ることができたけど、やっぱり僕の中ではちょっと悪いイメージが残ってるのだ。ずんだもん、それはすごく正直な感想ね。そして多くの人が井上馨に対して同じようなイメージを持っているわ。今日はその集大成として、なぜ井上馨は悪役として歴史に描かれがちなのか、その真相を解き明かしていくわよ。ついに謎が解けるのだ。やっぱり本当は悪だったのだ。理由その1、お金の黒い噂。彼が悪役に見える最大の理由は何と言っても、常につきまとったお金の黒い噂よ。いわゆる清少としてのイメージね。やっぱりそこなのだ。三井とべったりでお猿沢銅山事件とかずるそうな話がいっぱいあったのだ。その通り、井上本人は日本の経済を強くするために特定の会社を育てるのは当然だと考えていた。でもそのやり方は国の情報を使い、お友達の会社だけを儲けさせているようにしか見えなかった。たとえ国のためという大きな目的があったとしても、その手法が癒着や汚職に見えたことが彼の評価を決定的にしたのよ。目的は良くてもやり方がまずかったのだ。そうなの。歴史は単純明快なヒーローを好むもの。お金にクリーンなイメージがない政治家はどうしても悪役のレッテルを貼られやすいのよ。理由その2、外交の失敗。お金以外にも何か理由があったのだ。次に挙げられるのが外務卿時代の外交政策、特に鹿鳴館外交の失敗よ。鹿鳴館、聞いたことあるのだ。毎晩パーティーをしてた場所なのだ。そうね。井上は日本が欧米と対等な国だと認めてもらうため、日本の近代化をアピールしようとしたわ。でもそのやり方がただ西洋の真似をして派手な舞踏会を繰り返しているだけだと国内外から批判されてしまったの。見た目だけ真似しても中身が伴ってなかったのだ。その通り。そして決定打となったのがノルマントン号事件よ。イギリスの船が沈没して日本人乗客だけが見殺しにされたのに、イギリス人の船長が無罪になった事件ね。これに対して井上の外交は弱腰すぎると国民の怒りが爆発した。結果、彼の外交は失敗というイメージが定着してしまったの。理由その2、その性格。お金もダメ、外交もダメとなるとどんどん悪役っぽく見えてくるのだ。さらに彼の個人的な性格も悪役イメージを後押ししたと言えるわ。井上馨は非常に頭が切れる一方で、かなり傲慢歴が短い人物だったと言われているの。なんだか友達にはなりたくないタイプなのだ。敵も非常に多かった。自分の意見を強引に通そうとするスタイルは多くの反発を招いたわ。歴史上の人物もやっぱり人間、細胞高森のように人情味あふれる人物がヒーローとして描かれやすいのに対して、井上のように人から好かれにくい性格の人物は悪役のストーリーを当てはめられやすいのよ。物語としての悪役。なるほどなのだ。じゃあ井上馨はやっぱりただの悪いやつだったのだ。いいえ、そこが一番大事なところよ。彼は間違いなく日本の近代化を推し進めた大功労者の一人なの。強い経済がなければ強い国は作れないと誰よりも早く見抜いていた。でもその功績の大きさと同じくらい、彼のやり方や人間性が多くの人から批判されたのも事実。ヒーローでもありヒールでもあったのだ。そうなの。歴史という物語を面白くするためには分かりやすいヒーローとそれに対抗する悪役が必要になることがある。そして井上馨はそのダーティーなイメージや強引な性格から悪役という配役にぴったりだと思われてしまったのね。でも忘れないで、どんな人物にも光の側面と影の側面がある。井上馨はその光と影が特に濃い人物だったのよ。わかったのだ。単純に悪役って決めつけちゃダメなのだ。いろんな顔を知るのが歴史の面白さなのだ。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。